はい、どうも、タイランです。ちょっとお久しぶりですかね。心の充電期間に入ってました。実際はアベマ TV さんの生放送とかあったりしてたんですけど、1週間ぐらい動画投稿してなかったですね。で、今回の料理なんですけど、みんな大好き骨付き肉シリーズですね。ようやくブロックのスペアリブが手に入ったので、こちらを使って、一人バーベキューをしていこうかなと思います。バーベキューといっても量が量なので、なおかつ煙も気になるので、キッチンで、炉端焼きで焼き付けて、でそれを盛り付けてで食べるっていう流れにしようかなと思います。では久々の動画も張り切ってまいりましょうか。それでは早速本日も作っていきましょう。では本日のメイン食材の登場です。スペアリブブロック。いや、ようやく手に入りましたね。もうなんでしょうね、骨付き肉でしかもブロック肉でしょ。もはやもうロマンでしかない。で、まだちょっと血がついてたりとか、あとは端っこの方をトリミングとかしたいので、まずはこちらの下準備からですね。わお、大迫力。で、この膜なんですけど、ここ取り外しちゃう方もいるんですけど、ここも十分食べれるので、てかむしろ僕はここの膜が好きなので、今回はこのまんまでいきます。ただ、ここはちょっと硬いんで、もし気になる方がいらっしゃったら、こういったキッチンペーパーとかでつまんでグッとやれば全然すぐ外れますんで。ちなみにこの端っこの部分は僕のお夜食ですね。多分動画にはしないと思いますけど。これでスペアリブの下準備が終わりましたんで、これからバーベキューソースを作っていこうかなと思います。というわけでこちらにまずバーベキューソースの材料を、せーの。こちらからケチャップ、醤油、ソース、バルサミコ酢、玉ねぎ、リンゴ、ニンニク、生姜、クローブ、クミン、ナツメグ、砂糖、蜂蜜。言えた。ちょっと今回量が多いので、もっと簡単にすると、こんな感じかな。ケチャップ、醤油ソース、お酢、玉ねぎ、リンゴジュース、ニンニク、生姜、ガラムマサラ、蜂蜜。で、これをさらにもっと簡単にすると、こんな感じ。ケチャップ、醤油、焼肉のタレ。この中全部入ってますからね、さっきのやつ。で、今回の調味料をざっくりとご説明すると、ケチャップケチャップと醤油が味のベースですね。で、このソースはウスターソースととんかつソースを1対1で割ったものですね。で、ここの玉ねぎ、りんご、にんにく、生姜は全部すりおろして使います。で、今回骨付き肉っていうちょっと癖がある部分を使うんで、臭み抜きっていう意味も兼ねて、メインスパイスはこちらのクローブですね。甘い香りもするけど、ちょっと薬っぽい香りがするんですよ。なんかセールガンみたいな。なのでバランスを取るためにここにクミンとナツメグを置いてる感じですね。なんかナツメグ 10g 以上取ると幻覚が見えるらしいんですよ。今回これ 5g ですね。で、今回は三温糖と蜂蜜のこの2種類で甘みを出していこうと思います。ちょっと喋りすぎやな。ではスーパースルスルタイムへ GO！はい、というわけで改めまして、こちらからケチャップ、醤油、ソース、玉ねぎ、りんご、お酢、スパイス、砂糖、蜂蜜、ニンニク、生姜なんですけど、今回の比率が10対5対5対2対2対2対1対1対適量適量で、僕の場合と食べる量が多いので、ちょっと塩分を下げたいんですよね。なので醤油の分量を少し減らして、その分ケチャップと、玉ねぎを少し上げてます。その代わり醤油の色というか、照りが出ることを、今回は濃ゆ口醤油を使ってます。ではこちらを合わせていきましょう。
っていうわけで今からこちらのスペアリブをこれで煮込んでいくんですけど、焦げら的に役に立つのが一家に一台寸胴。今現在が大体こんな感じなんですけど、もちろんもう食べれるんですけど、まだ中まで味が染み込んでないので、一度こちらを、このまま煮汁の中で冷ましていきながら、一晩味を染み込ませていこうと思います。はい、どうもおはようございます。では調理の続きをしていこうかなと思います。あれから一晩経ちまして、こちらも結構いい感じになってきましたね。で、最後にこちらを網でもう一度焼き付けるんですけど、この最後の調理をする前に、今回の付け合わせはこちらのグリル野菜たちですね。こちらからパプリカ、ピーマン、椎茸、ズッキーニ、トウモロコシですね。ではこの後スペアリブを盛り付けるこのお皿を先に仕上げていこうかなと思います。はい、これでスペアリブバーベキューの出来上がりです。では冷めないうちに実食編へゴー。というわけで無事に完成しました。一人スペアリブバーベキューなんていうか、今回のはいつにも増して飯テロ感が半端じゃないですね。もう作ってる時から僕も腹減りましたもんね。まあ朝やけど。では早速食べていこうかなと思います。いただきます。なんていうか、朝のこれはもはや罪悪感でしかないね。作ったお茶にすればよかった。さあ早速食べていきましょうか。ではまず断肉式からですかね。いや、そりゃうまいよね。結構中まで味しみともね。わあ、うまっ。一度湯がいてあるんで余分な油分が落ちて、で一晩塩分のあるこのタレの中に漬け込んだんで、そこでまた余分な水分も抜けて、肉の旨味がめっちゃ増してる感じ。いや、めっちゃ肉肉しい。うまっ。いやー、うまいね。これは至福の時だね。うわ、すごい。トウモロコシが醸し出すバーベキュー感すごい。でもあれやね、やっぱ脂身が多いとこはすんごいジューシーですね。骨からスコーンと抜けるもんね。
てか僕さっきからうまいうまいしか言ってなくて、どんな味かとか全く言ってなかったですね。結構蜂蜜とか効いてて甘いっちゃ甘いんですけど、それにクローブの甘い香りもするし、ただ同時にクミンの香りもするんで、ちょっとカレー粉っぽい香りがするんですよね。なんかまさにバーベキューソースって感じ。ただ昨日の段階だとチリパウダーとか効いてて結構ピリッとしてたんですよ。なんかもう馴染んじゃったのかわかんないですけど、辛みはほぼほぼなくなっちゃいましたね。もうちょい入れたらよかったかな。肉の油吸った水菜がバカほどうめえ。スペアリブって本当美味しいけど、これをきれいに食べるのってあれですよね。至難の技ですよね。もうあれですもんね。おしぼり必須ですもんね。っていうわけで残りあと1個ですね。てかあれですよね。骨付き肉シリーズ恒例のやつですよね。ほとんど早送りベースってやつ。ほんとごめんなさいね、早くばっかりで。どうしても仕方ないんですよね。一気にバッと食べられないんで。と言いつつまたこれから早送りのお時間になります。ラストスパートってやつ。じゃあラストスパートお疲れ様でした。いやー、うまかったね。まあ、ただ編集で結構切ってると思うんで、多分動画としては残ってないと思うんですけど、ひたすら手と口の周りをおしぼりでこう拭きすぎて、今ちょっと口がヒリヒリしてますもんね。てか、あかんな、朝っぱらからこんな飲むって。今日は日曜日やけ。たまにはこういう休日があってもいいっすよね。で、結局僕まだ今年一度もバーベキューに行けてないので、なんていうか夏のやり残しは1個消化できたかなって感じですかね。なんかちょっと寂しいけど。で、今回このスペアリブを一緒に煮込んだこのタレっていうんですかね、バーベキューソース。あれがまだめちゃくちゃ余ってるんで、あれどうしようかな。じゃあ使い道としては、ポテチにつけたりとか、まだソースまだ生きてるんで、手羽元を使って今回みたいにしたりとか、フライパンでナスを焼いて、で、ソース上に塗って、チーズ振って、ブラックペッパーかけたやつとか、なんかそういった感じで消費していこうかな。あと4日5日ぐらいは持つと思うんやけどな。まあ何とかして使っていこう。っていうところかな。というわけでは今回この辺で終わろうかなと思います。ではまた次の動画でお会いしましょう。では、バイバイ。